どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、日本人がどうやって漢字を勉強するかについて話したいと思います。で、僕がどうやって勉強したかについてなんですけど、すごいシンプルです。もうただたくさん漢字を書きます。そうなんです。裏技があるかなと思って期待した人、すいません。ないんです。日本人も子供の時漢字を、練習しなきゃいけないんです。皆さんと同じですね。それで、僕が、小学生の時は、漢字練習帳というものを使いました。漢字練習帳というのは漢字のためだけの教科書です。なのでこの漢字練習帳にたくさん漢字の書き方とか、漢字の例とかが書いてあって、でそれを見ながら自分も、真似をして漢字を書く練習をします。で大抵学校の先生が宿題として、このページとこのページ、例えば10ページと11ページの漢字を勉強してくださいねっていうふうに言われて、で宿題として家でたくさん漢字を書いて、練習します。それともう一つ、漢字練習帳の他に漢字練習ノートというのもありました。これもただのノートなんですけど、漢字を練習するためだけのノートなんです。でも普通のノートと違って、四角が書いてあって、で四角の中にこのクロス、10みたいなものが書いてあって、で漢字を、書くときにバランスが、取りやすい、四角が、たくさんページの中にあります。なのでその、ノートを使ってもうひたすらたくさん同じ漢字を書いて練習します。一つの漢字、そうですね、最低でも、10個は書いて、で難しい漢字とかは50個とか100個とか書いて、もうたくさん練習しました。はい。なので、日本人の子供でも漢字の練習が嫌いな子はたくさんいると思います。皆さんと同じですね。漢字が好きな人もいるかもしれませんけど、やっぱり漢字って難しいですよね。日本人にとっても難しいんです。はい。それからもう一つあった練習が、これは漢字だけの練習ではないんですけど、文章を読む練習ですね。音読というものがありました。音読はストーリーを声に出して、読むことです。なので国語の、授業の時に、よく先生に、音読、させられました。でこれもすごく一般的だと思うんですけど、宿題で音読もありました。なので、学校の授業でこのストーリーを読んで、で家に帰ってお母さんにこの文章を読む練習をして、でお母さんが、はい、よくできましたチェックしてくれます。なので大抵お父さんとお母さんに音読を聞いてもらうっていう、宿題もありました。なので文章を読むときに漢字がたくさんありますよね。なのでこれで、漢字を読む練習も、たくさんしました。はい。なので、すごく地味ですよね。やっぱり漢字はたくさんあって大変ですし、漢字の練習が面白いと思う人もいるかもしれないけど、やっぱり難しいですから、日本人もたくさん時間をかけて、漢字を勉強するんです。なので皆さん、
安心してください。日本人にとっても漢字は難しいですから、今、漢字が難しいと思っている人もあんまり心配しすぎないでください。たくさん時間をかけてゆっくり、勉強を頑張っていきましょう。はい、ということで今日は日本人の漢字の勉強方法について、話してみました。皆さんはどうやって漢字を勉強してますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っている Patreon のサイトもぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さよなら。